電車やバスのように毎日乗るものではなく、決まり事の多い飛行機への搭乗は不安に思うことも多いのではないでしょうか。初めて飛行機に乗られる方や久しぶりに飛行機に乗られる方は、何から準備して何に気をつけたらいいのかわからないこともあると思います。この動画では航空券の購入方法、チェックイン方法、飛行機への持ち込みや預け入れに注意が必要なもの、ご搭乗の際の注意事項、到着後の流れを順を追って説明しています。ぜひ最後までご覧ください。今回は ANA の国内線について話をしていきますが、ANA は2026年5月19日以降、規定やシステムが変わります。現在分かっていることに関してはこの動画内でも触れていきたいと思いますが、5月19日以降何か大きく変化があるようなことがあれば、また動画を更新しようと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。少し ANA についてお話しします。あまり興味がない方は目次をつけていますので、航空券の購入方法までスキップしてください。ANA の正式名称は全日本空輸株式会社です。かつては ANA 全日空と呼ばれていましたが、2000年以降さらなるグローバル化とブランド統一のため、全日本空輸の英語名オール日本エアウェイズの頭文字を取り ANA と公式に定めました。ジャパンではなく日本にしているのは、日本という呼称を世界に広げたいという思いと、ANA の前身日本ヘリコプター輸送へのオマージュがあるそうです。航空業界で使う2レターというアルファベット2文字のコードを ANA は日本ヘリコプター輸送の頭文字を取って NH としており、会社の起源を表すこの2レターを今後も変える予定はないそうです。さて、航空券の購入方法の話を始めましょう。航空券を購入するには、航空会社のホームページやアプリから予約購入する方法、電話で予約購入する方法、空港のチェックインカウンターやチェックイン機で購入する方法、指定旅行代理店で購入する方法、このような予約サイトで購入する方法があります。まず、ホームページやアプリから予約購入するやり方です。どちらもほぼ同じなので、今回はアプリでご説明します。ANA アプリをダウンロードし、アプリを開いたら、まずはじめに片道か往復かを選びます。次に出発地や到着地をタップし、それぞれの地名を入力します。日本語で入力すると予想される到着地が出てきますので、そこをタップして入力します。次に搭乗日をタップすると、このようにカレンダーが出てきますので、ご希望の日付を選んでください。次に航空券を購入する人数をプラスマイナスをタップして入力します。最後に搭乗クラスを選びます。 ANA の国内線には普通席とプレミアムクラスがあります。路線によってはプレミアムクラスがない路線もありますが、ご希望の方をお選びください。すべてを選び終え、検索をタップすると時刻表と料金が表示されます。出発時刻と到着時刻の下に記載されているものが便名になります。そしてその横の括弧内に記載されているものが機材の種類になります。飛行機の大きさや導入された年次によって多少乗り心地が違います。希望の時間を選ぶとこのように料金が表示されます。早めに購入するとスーパーバリューという割引制度が適用されて大変安く購入できますが、日付や時間の変更が不可となっていますので、予定が未確定の方はご注意ください。この後は支払い画面に移っていきますので、指示通りクレジットカードの番号などを入力しご購入ください。その際に希望の座席も選べます。座りたいなと思う場所をタップし指定します。やり直しもできますので、慌てずに操作してください。
この画面では周りの席がどれだけ埋まっているかや、赤ちゃん連れの方がどの座席を指定されているかなど細かにわかります。ご自身の環境やご希望に応じた座席をお選びください。赤く囲まれた非常口座席に関しては、お座りになれる方に条件がありますのでご注意ください。電話で予約・購入するやり方は、オペレーターと話をしながら購入できますので、インターネットなどは苦手だなと思われる方は電話がおすすめです。予約番号を控えるように言われると思いますので、お手元にペンとメモ用紙を準備してから電話してください。空港がお近くの方は、空港内の ANA カウンターやこのような自動チェックイン機でも購入が可能です。指定旅行代理店での購入の場合、ショッピングモールなどのお買い物のついでにも購入できるのでとても便利です。ただ、手数料がプラスされるのと、団体包括運賃の場合、空港での変更が一切できないことがありますのでご注意ください。旅行予約アプリなどはいろいろな航空会社を見比べられて便利ですが、最終的にはそれぞれの航空会社のホームページで作業をすることになります。出発予定時刻の24時間前になるとオンラインチェックインができるようになります。オンラインチェックインをしておくと、当日空港の手荷物預け機や保安検査場に直接迎えるので便利です。ANA アプリやホームページの指示通りに進めば簡単にチェックインできますので試してみてください。オンラインチェックイン完了後は、二次元バーコードをスクリーンショットでスマートフォンの写真内に保存するか、印刷して空港に持っていきましょう。スマートフォンの操作に慣れていらっしゃる方は、Apple Wallet や ANA アプリ内にモバイル搭乗券を保存しておいても便利だと思います。オンラインチェックインがお済みでない方は自動チェックイン機へ。お手伝いが必要でチェックインがお済みでない方は、チェックインカウンターへお越しください。搭乗手続きや手荷物預け、保安検査があるので、空港には遅くとも1時間前には到着しましょう。年末年始やゴールデンウィークの繁忙期には空港が混雑していることもあるので、2時間程度の余裕を持ってもいいでしょう。保安検査場は飛行機出発の20分前まで、搭乗口は10分前までに通過しないと乗り遅れてしまうかもしれません。続いて預け入れ手荷物についてです。預け入れ手荷物は大きさや重量の上限が決まっています。重量に関して、プレミアムクラスは1人当たり40キロまで、普通席は1人当たり20キロまで。この範囲内であれば、現在は何個でも無料でカーゴルームに預けられます。動画の冒頭でもお話ししたように、このキログラム数や個数は2026年5月19日以降変更になります。キログラム数は2026年5月19日以降、プレミアムクラスでは1個あたり 32kg まで、普通席では1個あたり 23kg まで。また、個数制限について、プレミアムクラスでは3個まで、普通席では購入する運賃種別によって異なることになり、通常2個までに変更となります。荷物の大きさも現在は3辺の合計が203センチ以内のものですが、2026年5月19日以降は3辺の合計が158センチ以内になります。この3辺の合計が158センチは国際基準に合わせたものだと思われます。これからスーツケースを買われる方は、3辺の合計が158センチ以内のものを目安にご購入されるといいでしょう。規定のサイズより大きい場合にも、事前に ANA に電話連絡をすれば預けられますが、他の荷物の搭載状況によっては預けられない場合もあるようなので、サーフボードやスキー板などを運ばれたい方は、ご旅行の計画と同時に問い合わせをされ、搭載できない場合には宅配便などの手配も視野に入れた方がいいかもしれません。楽器やペットについては別の取り扱いとなりますので、電話でお問い合わせください。
盲導犬は機内に無料で同伴できますが、事前連絡と情報登録が必要です。スターアライアンスゴールドメンバーの方は拡大サービスがあり、預けられる手荷物の上限が変わります。スターアライアンスゴールドメンバーとは、マイルなどを貯めて得られる航空会社のステータスのことです。私のこの動画でマイルの貯め方を説明していますので、興味がある方はご覧になられてみてください。続いて、機内持ち込み手荷物、預け入れ手荷物に関する注意事項です。まず、ガス缶やスポーツ用酸素缶、殺虫剤や農薬スプレーなどのスプレー缶類、花火、クラッカーなどの火薬を使用したものは、機内持ち込みも預け入れも不可で、飛行機に一切持ち込めません。また、機内には持ち込めても預け入れ手荷物に入れてはならないものとして、電池、電子タバコ、ライター、充電式ヘアアイロン、モバイルバッテリーなどがあります。これらはスーツケースなどの預け入れ手荷物に入れないようにしてください。逆にナイフやハサミ、工具などは大抵機内持ち込み不可で、スーツケースなどの預け入れ手荷物に入れる必要があります。この動画の概要欄に国土交通省の注意書きのリンクを貼っておきますので、細かくお知りになりたい方はそちらをご参照ください。搭乗手続きが済まれている方は、このようなバゲージドロップの機械をご利用になれます。この機械は現在、羽田空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港、伊丹空港に設置されています。横についている画面の指示通りに手順を行っていけば、全く難しいことはありません。ただ、例えば札幌から羽田、羽田から那覇など乗り継ぎがある場合には、乗り継ぎ旅程も入力しないと荷物が最終目的地の那覇まで行ってくれませんのでご注意ください。また、この手荷物タグはセンサーが見える位置、このように上に貼らないとセンサーが反応しませんのでご注意ください。最後に出てくるこの手荷物引換証も必ずお持ちください。荷物を取り間違えられてしまった時など、控えがあると捜索がスムーズです。なお、規定の重量や大きさを超えたもの、ベビーカーや傘やペットなどは自動預け機を使えませんのでご注意ください。これらの荷物をお持ちの場合には、有人カウンターへ向かってください。荷物の預け入れが済んだら保安検査場に向かいます。保安検査場は飛行機出発の20分前までに通過する必要があります。保安検査場でも二次元コードが必要ですので、用意して進んでください。現在国内線ではペットボトルや水筒などに入った飲み物は制限なく持ち込めます。化粧品やアルコールなどの液体類はまだ少し制限がありますのでご注意ください。機内に持ち込める手荷物は手荷物1個と身の回り品1個の合計2個です。総重量は10キロまでです。機内に持ち込める手荷物の大きさは飛行機の座席数によって異なります。100席以上の座席数の飛行機の場合には、縦、横、高さ3辺の輪が115センチ以内、100席未満の場合は3辺の輪が100センチ以内となりますので、計画的に荷物をご準備ください。また、コートや傘、杖、チャイルドシート、飛行中に同伴するお子様に使うものを入れたカバン類は身の回り品とは別に持ち込めます。保安検査場で確認を受けた手荷物を忘れずに持ち、搭乗口を再度確認して向かいます。しつこいようですが、搭乗口に出発時刻の10分前までにいないと乗り遅れてしまうことがありますのでご注意ください。現在、スマートフォンなどの通信用の電波を発信する電子機器は、飛行機のドアが閉まるまでご使用になれます。ドアが閉まったタイミングで機内モードかフライトモードにするか、電源をオフにします。機内モードやフライトモードがわからない方や、キッズスマホをご使用の場合には、ご搭乗前に主電源を切っておくことをお勧めいたします。飛行機に乗る前に化粧室の使用を済ませておくのがベストですが、タイミングが合わなかった場合は、飛行機の一番前のドアが閉まるまでに化粧室をご使用ください。
お客様搭乗中にもシートベルト着用サインは点灯していますが、一番前のドアが閉まるまでは化粧室をご使用いただけます。それ以外の時間でシートベルト着用サイン点灯時に席を立たれると CA に全力で止められますのでご注意ください。目的地に着陸後は飛行機が駐機場に着いた時点でスマートフォンなどをご使用いただけます。到着後、飛行機を降りた後は到着地の空港の案内板に従って到着ロビーに出ます。この際、出発地で手荷物を預けた方は必ず手荷物受け取り所の方に進んでください。羽田空港などの大きな空港では手荷物受け取り場所を通過せず、そのまま到着ロビーに向かうビジネスマンも多く、人の後をついて歩いていると手荷物を受け取れないまま到着ロビーに出てしまいます。ぜひ確認しながら進んでください。手荷物を受け取った後は手荷物タグに書かれている番号とこちらの控えの番号が一致していることを確認してください。取り間違いは思ったよりも多い件数で発生しています。ANA 国内線の乗り方いかがでしたでしょうか。決まり事も時々変わるので、たまにしか飛行機に乗られない方は戸惑うこともあるのではないでしょうか。何か疑問に思うことがありましたらコメント欄にお書きください。わかる範囲でお答えしていきたいと思います。このチャンネルでは旅行やお出かけ、飛行機に関することをご紹介しています。お時間があればぜひ他の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。